今回は、ガルドのメンバーであり、Y の称号を与えられたイエスマンについて解説していきます。イエスマンとは、作中でも屈指の人気キャラであり、白王戦とかは印象に残っている人多いと思います。この動画ではイエスマンの活躍を振り返った後、イエスマンの衝撃の正体についてもお話ししていくので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ、早速参りましょう。イエスマン、デュエルマスターズファイティングエッジから登場した、Y の称号を持つ不明けのデュエリスト。出身地はギリシャです。白いマントに黄金の鎧と大きな2本の角と、Y 字の隙間がある兜を身につけている大柄な男。オアシス曰く、感情がないと言います。不明けの中でも別格とされている R 以降の称号を持つ者。アフターレボリューション一員であり、白王の代名詞でもある、パーフェクトデュエルを世界で初めて編み出したのは、なんとこのイエスマンだったのです。Y の称号を与えられたファイティングエッジ終盤の3年前から白王戦までの間、パーフェクトデュエルを宣言したデュエルでは、それを破られたことがありませんでした。コロコロコミックのガルドメンバー紹介記事には、実力はザキラ級とまで記載されるほど、圧倒的な実力を持つデュエリストなのです。そんなイエスマンが作中で初めてデュエルを披露したのは外伝、キサナブーと共に南極のデュエルマスターを狙い、そこに居合わせた国上とデュエル。ちなみにこの時イエスマンはパーフェクトデュエルの宣言は行っていません。そしてデュエル後半にて、国上のバロムにシールドを2枚破られますが、開始のターンに9マナからアバランバと転生プログラムのコンボで、無限イングマールを呼び出し、マイナーカードであるバーニングパワーでパンプアップを加え、バロム含む国上の全クリーチャーを破壊、そのまま全てのシールドをブレイクして圧勝しました。国上にダイレクトアタックを決めようとしますが、南極のデュエルマスターの不思議な力によって、国上が世界大会会場に飛ばされたためデュエルは中断。アバランバのデッキ操作から転生プログラム、さらにマイナーなカードで決定力をつけるプレイングは、当時の読者の心を震わせるには十分すぎました。しかしこのデュエルはまだ序の口。彼の本領が発揮されたのはファイティングエッジ終盤。洗脳が解けてザキラに反旗を翻した。ホワイトこと白王を鎮圧すべくデュエルを開始しますが、このデュエルはデュエマの漫画史上、今でも名勝負と語り継がれるほどの見事なプレイングを見せました。白王のヘブンズゲートによるシリウス2体同時降臨に対し、直ちにインフェルノゲートからキングアトランティスを呼び出し、エターナルガードでキングアトランティスが除去されればロストソウルを唱え、キングアクアカムイで手札補充されれば、ストームクローラーで次のロストソウルを回収するなど、白王の華麗なプレイに対し次から次へと、難なく対策を講じていきました。デュエル中盤にはキングアルカディアスを召喚し、バベルギヌスでスペルデルフィンを呼び出し、最強ロックコンボも完成させるという、ガチ戦術を披露しました。それでも白王はシールドにスーパースパークを仕込んだ上で、ソウルドルジとアルカディアスで先の2体をバトルで破壊することに成功し、これで白王が勝利するかと思われましたが、開始のターンでイエスマンはまさかのシビルバインドを詠唱。白王のスーパースパークを封じて勝利を収めました。シビルバインドという汎用性の低いマイナーカードを、ガチ戦術での応酬の後に決め手として使用したプレイングは、漫画では類を見ない事例であり、多くの読者を感嘆させました。ちなみにこの白王戦でイエスマンのパーフェクトデュエルは破られることとなりました。このデュエルで白王は死亡。それにブチ切れた勝負君が、ザキラに最終決戦を挑むこととなりますので、イエスマンの再登場はありませんでした。続くデュエルマスターズスタークロスにて再登場。偽キサナブの分身からアッシュを守るため、ガルドメンバー全員で戦いますが、そこでガルドは全滅。イエスマンも死亡してしまいます。あっけない死にも感じますが、これまで長きにわたり勝負たちを苦しめたガルドメンバーの全滅が、スタークロス冒頭で描かれたこのストーリー、つかみとしては最高だったのではないでしょうか？衝撃の正体、お待たせしました。イエスマンの衝撃の正体を解説して参ります。早速結論から申し上げると、イエスマンの衝撃の正体とは、仙台デュエルマスターやエサルです。作中では約3年前の世界大会の時に、自身が持っていたデュエルマスターの証を世界中の子供たちに放った後、消息不明となっており、死亡したとされていた人物でした。しかし真実はもっと残酷なものでした。原作では描写されていないのですが、アニメではデュエルマスターの証を放った後、ザキラの洗脳術によってイエスマンとして生まれ変わるシーンがありました。また、世界大会の最中に洗脳が解けて、元のヤエサルに戻るシーンもあります。
しかし漫画ではこのような描写はなく、最後まで正体不明のまま漫画は終了しています。しかし漫画でもイエスマンの正体については、描写こそないもののおまけページにて触れられています。実はファイティングエッジ終了後、スタークロスでも所在不明だったデュエルマスターの証は、構想段階ではイエスマン、かつてのデュエルマスター、ヤエサルの元に戻る予定だったんですね。そしてニセキサナブとザキラのデュエルに元に戻ったヤエサルが駆けつけるとか、そんな構想があったようですが、何らかの理由で没になったのです。また、スタークロス最終話の扉絵にて不明けのデュエリスト全員が描かれている中、イエスマンだけは描かれておらず、ヤエサルはいるため、間接的にイエスマンイコールヤエサルの描写がされていると言えます。こんな感じで、イエスマンの衝撃の正体は、まさかの仙台デュエルマスターヤエサルだったのです。いかがでしょうか？仙台のデュエルマスターとして、デュエマを極め愛したヤエサルが、ザキラの洗脳によって愛するデュエマを殺人の道具として使う、希代の極悪組織の殺戮兵器と化してしまったのです。さらにイエスマンという名前にも、ヤエサルに追い打ちをかける意味が含まれていました。それは何なのか？ガルド、不明けのリーダーザキラの名前の由来は、ゼウスを撃った異教の神の名から来ています。実際はそんな話はありませんが、仙台の Z がゼウスだったりと、ガルドのメンバーって神に関係する名前が多いんですよね。じゃあヤエサルはというと、仙台のデュエルマスターという位置づけと、その名前から、イエス・キリスト、唯一神のヤハウェや、ヘブライ語で神の意味を持ち、天使の名前によく使われるエルなどから、ヤエサルという名前なのではと考察されていますが、そんなヤエサルを洗脳し、イエスマンと名付けるのは、最高に皮肉が効いた畜生なんですよね。何でも言うことを聞くイエスマンもかかっていて、神に等しいヤエサルへの最高の別称と言えるでしょう。ザキラさんはデュエルマスターの証を目の前で放出されたことを、相当根に持っているみたいですね。以上のことから、ヤエサルって相当な仕打ちを受けているのです。本当にかわいそうです。デュエマでは白王やエスメラルダなど、このチャンネルで悲惨な目にあったものを解説してきましたが、ヤエサルも屈指の被害者と言えるのです。イエスマンの伏線、ここまで聞くと、中にはイエスマンの正体が後付けとか、そんな風に感じてしまう人もいるかもしれません。実はそんなことなくて、デュエマの漫画ってコロコロ連載とは思えないほど、ダークな内容であり、伏線が散りばめられた深い作品だったのです。松本重信先生は紛れもない天才だったのです。まずはイニシャル、ヤエサルの Y とイエスマンの Y の一致。続いては声優さん、イエスマンとヤエサルの声優さんは、梅津秀幸さんが兼任していましたね。続いてはパーフェクトデュエル。伏線というか匂わせというか、イエスマンがなぜかパーフェクトデュエルを宣言し、しかも生みの親と明言されたのは、イエスマンの正体が異質だと感じさせるには十分すぎました。続いてはイエスマンの加入時期。イエスマンはファイティングエッジ終盤の3年前から、パーフェクトデュエルを宣言して破られたことはないとされています。おそらくこのあたりからイエスマンとして活動することになったのでしょう。で、ファイティングエッジから3年前といえば、ザキラが世界大会を襲撃して、切り札勝利を撃破しヤエサルが証を放出して、二人とも行方不明となった大事件が起きた年です。つまりヤエサルが行方不明となった3年前の世界大会、イエスマンが加入したと思われる3年前という一致ということです。そして最終話の扉絵、ガルド全員集合の扉絵でイエスマンの姿はなく、ヤエサルの姿があるということ。これも同一人物ゆえに、二人が同時に存在できないことを示唆しているものと推測されます。以上の要素が、イエスマンとヤエサルの正体を示唆する内容となります。今振り返ると、我々が小学生の頃純粋に読んでいたこのデュエマの漫画って、神漫画だったんだなと、改めて感じますね。以上、イエスマンについて解説していきました。いかがだったでしょうか？この度はイエスマンのリクエスト本当にありがとうございました。他にもキャラ解説のリクエストありましたら、ぜひコメントから教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。